見たら描けるのに何も見なかったら全く描けないことありませんか？車を走らせるにはエンジンが必要ですが、絵も同じです。参考資料がなくても記憶や想像力をエンジンに変える方法があります。今回は2つのアイデアをご紹介します。1つ目がこちら。書きたいものを何も見ずに書きます。その後資料を見ながら書きます。そしてまた何も見ずに思い出して書いてください。次のアイデアはシルエットから連想する方法です。これは別の動画でもご紹介したアイデアのアレンジした方法になります。適当な形を描きます。前回はこの形から自由に連想したものを描きましたが、今回はテーマを決めます。例えばテーマを人間に決めたら、この形から人を連想して描きます。泳ぐ人が描けました。人の形をある程度知っている必要がありますが、資料を書き写すのではなく、ランダムな形をもとに記憶の中から人体を引き出すことができるので、画力が身につきます。このやり方を習慣にすれば、想像したいことを自由に思い浮かべることができるのではないでしょうか。イメージは浮かぶのに線を引き始めるとイメージが消えてしまうこともありますよね。そんな時は光と影でイメージを捉えます。この描き方でイメージの立体感がつかみやすくなります。思い浮かんだものを書くことは情報の変換です。線で表現するときは線のルールを使って見えたイメージを表現しているんですね。立体感を表現したいときはオーバーラップ、3つの方向、余白を考えます。例えばこのヘビはオーバーラップの効果で向きが変わります。高さ、幅、奥行きの3つを意識すると立体に見えます。さらに余白を作ることで遠近感を表現できます。これらを考えながら線を引くうちにイメージがぼやけてしまうんですね。そして光と影について勉強し、見ている世界の理解を深めたら、イメージをより把握できると思います。ちなみに夢をスケッチするのも面白いです。枕元にノートとペンを置いてください。目が覚めたら忘れる前にスケッチしたりメモを取ります。夢スケッチについては今後深掘りの動画を作りたいと思っています。いかがでしたか？皆さんは落書きするとき、資料がなくてもスラスラと書けるときがありませんか？しかも次から次へとアイデアが浮かび、発想の広がりと自由感を味わいながら時間を忘れるほど書いてしまうことはないでしょうか。この時の感覚が記憶やイメージをエンジンとしてフルに使っている状態だと思うんですね。絵を描くときは資料を見ることも大切ですが、記憶やイメージだけを頼りに描くことも大切です。記憶や想像力で描くためにより観察したり資料を集める習慣がつきます。これが自由に描くためのサイクルです。皆さんもぜひ試してみてくださいね。気が向いたらチャンネル登録お願いします。